皆さんこんにちは、あいです。今日はおうちブログなんですけど、アメリカのヘアカラー剤で初めて髪の毛染めてみた。イエーイ。多分髪の毛何年ぐらい染めてないんだろう。アメリカ来る前に染めたのが最後だから2年ぐらい。2年は染めてない。2024年に来たから、2年染めてないわ。2年染めてなくて、髪の毛がね、なんか日焼けしてるのかめっちゃ色抜けてて、ここら辺も地毛黒いはずなんですけど、なんかねめっちゃ茶色くなってるから染めてみたいと思います。今日使うのがこれ、一応2個買ったけど、なんか調べて一番傷みにくい、ギシギシならないって聞いたからこれにしました。ヌートリスっていうんかな、ガーニア、ちょっと読み方わかんないけど、これがブルーブラックっぽくていいなと思って買いました。こんな感じで染まってくれたらいいけどね、綺麗に。ちなみにアメリカの中には多分こういう染め粉みたいな、ここら辺しか入ってなくてキットが入ってないらしいんですよ、日本みたいに。でもそれを Amazon で買いました。美容師さんが使ってるようなやつ。クリップ2つと、これめっちゃいい。こうやって広げて使える。これ繰り返し使える。しかもゴムや、これいいですね。染め粉入れるやつ。あとは櫛と塗るやつ。日本にいた時はね、こういつも同じ美容師さんに染めてもらってたけど、アメリカはチップとか入れると染めるだけで$200とかかかるらしいんで、さすがにちょっと染めるだけで$200は高いんで自分で染めてみます。で、今日はヘアカラーしながら、私カメラにこう向かって喋るのが苦手なんで、ヘアカラーしながら最近のプライベート事情、夫との喧嘩とか、いろいろあったので、そういうものも話していけたらなと思います。このグローブと輪ゴムも買いました。これは日本で買ったやつ。日本のアマゾンじゃない、ダイソーで買いました。じゃあ染めていきます。ちなみにこれはターゲットが一番安かった。 CVS っていう薬局にもあったんですけど、多分2倍ぐらいの値段してて、$12とか$11とかあったかな。で、会員価格でターゲットと同じ値段になりますよみたいな感じだったんですけど、ターゲットはもうそもそもその$8とかだったかな。違う、ターゲットじゃないわ。ターゲットで見て Amazon の方がもっと安いってなって Amazon で買いました。私そうだ、最終的に Amazon で買いました。やっぱ Amazon がね一番安い。なのでターゲットとかで見て気になった商品 Amazon であったら、急いでなかったら Amazon で注文するのが一番安い。染め粉 A、B で説明書、フルーツオイルアンプル、多分最後につけるやつ。 D なんだこれ、コンディショナーやこれ。私髪の毛の量がめちゃくちゃ多いんで一応2個買っときました。で、最近ね、Amazon の配達ミスが多すぎるアパートにある宅配ロッカーに配送してもらうんですよ。で、その私が持ってるバーコードとその Amazon の人が連携して、あなたのバーコードを発行しましたよみたいな、あなた宛ての荷物が届きましたよ。で、そのバーコードがないと開けれないんですけど、そのバーコードを発行しないことが本当に半年に、グローブあった。グローブは入ってるんだね。で、そのバーコードが発行されてなくて、多分どうなってるか真相を知らないんですけど、多分違う部屋の人にバーコード発行してて、ロッカー開けれませんみたいな。もうそれかバーコード発行し忘れてるかで、そのアパートとアマゾンにそれぞれ連絡して、アパートの人がまずその私宛てに来てたバーコード未発行のロッカー開けてくれて商品を入れてくれる。アマゾンの人が再配達してくれて、カラー剤合計4個届いたんですよ。で、今日の夜はエンジェルススタジアムで野球見に行くので、ちょっと髪の毛染めたいなと思って気分変えるために。めっちゃいい匂いする。なんかブルーベリーみたいな匂いする。混ぜます。こんな感じ。オイルを混ぜると、まずは根元から。なんかめっちゃ目スースーする。めっちゃ染めにくいかも。OK、 とんでもない仕上がりになったけど、一旦これで置きます。ちょっとこのまま時間置きます。30分ぐらい。ちょっとこれ良くないよね。これタトゥーみたいになっちゃう。
中性洗剤でこういうの落とせるらしいんで、ちょっと今からこれ落とします。結構落ちたんじゃない？どう？透明やったら分からん？いや分かるやろ。全然焦ってプライベートの話できなかったんですけど、最近ブログには書いたんですけど、4月に仕事が決まりまして初出勤終えたんですけど、2職種任せてもらってて、未経験だからやってみようみたいな、やったことないことをやってみるの好きなんでやってみようってなって挑戦したんですけど、全然向いてない。さすがにやったことないこと何でも挑戦したらあかんのやなって思いました。今回本当に向いてない。なんかもう精神的に病む、生きてる意味って何やろまで落ちて、でそこまで行くと絶対次のフェーズとしては血尿とか出るんですよ。でもなんかずっと一日寝込むみたいな。次の日アメリカ生活でそんな状態になるのもったいなすぎじゃない？だからその一職種もう精神的に病む方はもう5月いっぱいで辞めさせてもらって、もう一職種だけ続けるか、次にやりたいことがねなんと見つかったんですよ。向いてないことをやった結果やりたいこと見つかりました。それをねまたブログで書きたいと思います。終わりました。お風呂上がりました。お風呂上がりこんな感じ。ちゃんと染まってそう。しかもねこの顔周りのやつ全部取れたわ、シャンプーで。ただ注意点、染め粉を一回水で流す時にシミがねついちゃう。日本のやつよりもね落ちにくかった。あれかな、いつも泡のやつで染めてたからかな。泡のやつ2回ぐらいでねシャンプー済んでたんですけど、今回 5,6 回したんですけど全然未だに色出てきてて、夜もシャンプーするからもういいかと思って完成しました。どう？めっちゃ綺麗に後ろも染まってるんじゃないか。こんな感じになりました。全然アメリカのやつでも綺麗に髪の毛は染まります。なんかフルーツオイルが入ってたからなのか全然ギシギシしないでサラサラです。この在米の方はガルニア使ってみてください。他にもねいろんな色あって、黒だけじゃなくて茶色とかブロンズ用とかあとブリーチ用とかもあったんで試してみてください。いや今日は夫の髪の毛も切らないとダメなので、おまけ動画として髪の毛切ってる動画も回したいと思います。見てみます。どう？いいよ。いい感じに染まってない？後ろどう？めっちゃ綺麗じゃない？今日は MLB 見に行きます。ぬなちゃんどう？髪の毛はいつも見たけどどう？ぬなちゃんどうですか？やってる？あははグーカグーカかわいい。今も染めてきたらここソックス。ハローってハローみんな。よし髪の毛切るで。これは毎月恒例。これで毎月金からんでんな。ちなみに私は美容師免許持ってないので素人です。髪の毛濡らさな。濡れてないで。ビジュ先生なの。今日はどんな感じで。いってきます。これさプロの人ってさ後ろの刈り上げってどのタイミングでやったんやろ。ワイドもいつも最初にやってんだけどさ、これでいつも無償で切ってあげてんのに文句言われるね。うわーとか言って、ほんで自分でやってみって言って、この間自分でやったらどうやった？自分で鏡越しでやるのが一番難しい。それはな、動かしたい方向に動かしとるつもりが全然逆の方に動くから。でここだけなんか鳥みたいになってでうちらってめっちゃ長いやん。結婚してっていうか付き合って、付き合って何年目で結婚したっけ？7年目。7年目やろ。18歳の時から一緒におんねんで、10年近くおるわけやろ。10年以上や。そうや、もう10年超えたな。それの秘訣はいかにヘイクライバー。やっと分かった。アイデチのさ英語の先生に習ったのがさ、ハッピーワイフハッピーライフ。奥さんがハッピーやったら人生もハッピーやでっていう夫婦においてね、男性はね奥さんにどんだけへりくだれるかでいい男かどうかが決まるで。なんかさ、よく愛たちが喧嘩するのってさ、愛理はただたださ愚痴を吐きたいだけで、なんか相談じゃないけど話聞いてほしくて、悩みを言うわけよ。ハッチーはさ、男性みんなそうなんか知らんけどさ、解決しようとするんだよ。
なんか解決しようとしてさ、アドバイスをさ求めてないのに言ってくるってさ、もうめっちゃイライラするわけ。それは辛いなとかが欲しいわけよ、共感。そういうので喧嘩するよな。まあでも愛理が短期やから喧嘩が多いっていうのもあるけど、ハッチーがのんきってこともあるから言ってる。でもうちらって長引かんやな、喧嘩。世の中のカップルってどうやって仲直りしてるんやろ。なんかこの間みたいなさ、夫婦チャンネルみたいな人ってさ、10日口聞いてないみたいな。喧嘩してから。ない。ほんまにない。もうあるやろな。でもさ、なんか素直になれへんくなっていかん？10日とかなったらさ。いやだからそうや。だからどんどん関係性悪くなっていくやん。それって大丈夫なのって。まあどっかのタイミングで話し合うんだろうけど。でも長くない？その期間は意地の張り合いやろな。ねえ。そう、この間で言うとさ、これ言っていいんか。まあ言ったらうんかったらカットするわ。なんでカットなん？てか美容室実際やっぱいくらぐらいなんやろな、男性のカットとかだけでも。アメリカはね、日本なんか1000円カットとかあるやん。あっちそんなん言ってイガグリみたいになってなかった。ほんまにそれはあれやん。栗みたいな。だやん。100円も安すぎるやん。ガチャガチャやん。あれは普通に美容院。できました。完成。横から見てぐるーっとちょっと届かないんですけど。ナイス。セット完了。どう？めっちゃ上手じゃない？いい感じじゃない？横見て。ほら、このグラデーションが。いいや。満足？ありがとうございます。違う？元気で OK。じゃあエンジェルスタジアムレッツゴー。じゃあバイバイって。バイバイって。I don't know why I can't get you out my mind. Yeah, so lost, where do I go? I was in the chase, caught a flat on road. It was all love, X no O. I was feeling rich, but we turned out broke.